皆さんこんにちは、角鹿のりこうです。今日のテーマは失敗しないお花の生け方ということで、早速やっていきましょう。はい、ということで失敗しないというとなんだか唐突な印象なんですけど、なんかお花を生けてみた時にもうちょっと綺麗に飾ることってできないかななんて思ったことないでしょうか。そんな時にこのチャンネル大活躍でして、過去にいろんな綺麗に飾るポイントやテクニックご紹介してるんですけど、今日はですね、本当の全くの初心者でも2つのポイントを押さえれば絶対綺麗に飾れますよというのをお伝えしていこうかなと。で、過去に更新した動画というのは、基本的にどれも皆さんが好きなお花を選んで生けられるような、そんな応用の効くテクニックやアイデアをご紹介していたんですけど、今日はもうこういうお花がいいですよというのを最初にお伝えしていこうかなと。ということで、早速綺麗に飾る一つ目のポイント。こういった一本の茎から複数の小花がつく、いわゆるスプレー系、そういったお花を選んでみてください。で、本当に少ないお花でおしゃれに飾る場合は、このやはりスプレーバラがとってもおすすめなんですね。というのも、次にご紹介する、こちらスターチス。これも枝分かれしてるので、私の中ではスプレー系なんですけど、こうやって見比べてみると、スプレーバラの方は葉っぱがたくさんこうやってついてるのに対して、スターチスの方は葉っぱついてないですよね。ですので、この葉っぱの役割をする花材を後で補わなきゃいけなくなってくるんですね。これも2作目いける時にご紹介しようかなと思ってまして、そうやって葉っぱがついていないスターチスとか、スプレーカーネーションとか、そういったタイプよりは、しっかりと葉っぱもついているスプレーバラのような花材をまず選ぶと良いです。で、切り花というのは基本的に1本結構長く売られているので、そのままこうやってスッと高くいけてしまう方がいらっしゃるんですけど、まずこのスプレー系を短く切ってしまいます。このぐらいかな。で、続いて、これはポイントには入らないんですけど、器選び。ここに3つご用意したんですけど、それぞれ器の口の直径が小中大と違うんですね。で、少ない花材でいける場合、器の口が広いと、どうしてもスカスカになってしまうので、どちらかというと、今日ですと、1作目はこっちでいけていこうかな。こういった口のすぼまってるものの方が良いですね。こっちでも、今回バラの葉っぱがたくさんついてるので、綺麗に飾れるかと思うんですけど、少ない花材でいける場合は、こういう口のすぼまってるものの方が、キュッと引き締まっていけれるので、綺麗に飾れるかと思います。で、このチャンネルではもうしょっちゅうご紹介してるんですけど、やはりこのまんま入れると、器の口の部分が見えてしまうので、ここもこういう葉っぱがついてる花材、とっても便利なポイントなんですけど、この葉っぱの分岐の一番下の部分ですね。ここで落としてしまいます。ちょうど今このつぼみもついてるので味わいになるんじゃないかなと思うんですけど。で、今切ったこの葉っぱの部分を手前に貼るように生けていくと。そうするとこれだけで器と花材の部分に接点ができるので一体感が生まれます。で、その上でこの小花がたくさん咲いているスプレー系をスッといけると。そうするといかがでしょうか。一本でも花がたくさんついているため、とっても華やかになるんですね。で、さらに言うと、花同士にしっかりと空間、間合いが生まれているので、すごく自然らしい感じで入ってくれると。これが例えば一輪タイプのバラが3輪とか、今回だと1、2、3、4、5、6輪ついてますね。1、2タイプのバラを6輪こうやっていけようと思うと、1本入れた後2本目入れるときに1本目が動いてしまうとか、こういった空間や間合いを取ろうと思ってもお互いがくっついてしまったりとか、そうやっていけるのが難しくなってくるんですけど、このスプレー系だと自然とこういった空間ができているので、労せずこうやって綺麗なお花がいけれます。あとは葉っぱうるさいとこちょっとすいてもいいですかね。この辺は後でやっていこうかな。で、ここで2つ目のポイント。今日は早いですね。あっという間だ。こういった線の花材を足してあげる。このバラを脇役、低い位置にいけてるので、こういった枝物とか、あと葉っぱでもいいんですけど、スーッと伸びるような線を足してあげると、一気にそれが主役になって、ぐっと伸びやかな、より生け花らしい作品にすることができます。水に浸かりそうな茎は最初に取っちゃった方がいいですね。すっきりとさせておくと。で、今中心、実際に生けたの1分ぐらいなんですけど、もうここまで綺麗にまとまってるので、主役をですね、縦にスーッと伸ばしても、横にゆったりと広げても、どっちでも絵になるんですね。ここにスーッといけていくと。この2つのポイントでしたら初心者でも本当に今すぐにでもいけれるんじゃないかなと。ということでこれで1作目が出来上がりました。続
続いて先ほどのこちらスターチスですね。これもスプレー系にあたりまして、1本からたくさんこう花が咲いてるんですけど、枝分かれしてる部分が結構下の方についてるので、先ほどは1回切れば下の方に来てくれたんですけど、今全部花がついてる状態でここで切ってしまうと、このまんまいけるとですね、かなり茎が長い状態で入ってしまうと。ですので先ほどの3つ目のポイント、線の花材をスーッと飛ばすっていうところが、こっちの脇役の子が高いと曖昧になってしまうので、こういう場合はですね、この枝分かれしてる部分でそれぞれさらに切っていきます。こんな感じ。こうやって本数が増えてくると、先ほどお話したように足してっていかないといけないので、長短のバランスとか取るのが難しくなってくるんですけど、それでも今このスプレー系見ていただくと、これなんかは1本からこういう綺麗な間合い取りつつ3輪ついてますし、こっちもこのまんまいければ2輪ついてますね。ですので先ほど同様、厳密には輪じゃないんですけど、全部で6輪ついてることになってるので、こういうスプレー系だと少ない本数でも綺麗に飾ることができると。こんな感じかな。ただここでさっきお話したようにスプレーバラというのは葉っぱがついていたので中心部分カバーできたんですけど、こういった葉っぱの少ないお花の場合、中心の透けてる部分というのをバラの葉っぱのようなものを代用しなきゃいけないので、さらに本数を足さなきゃいけなくなってくるんですよね。そこがやっぱ生けるのにどんどん難しくなっていく、要因にもなるんですけど、そんなところからも本当に初心者の失敗しないお花っていうところで言うと、1作目はめちゃめちゃ簡単でしたね。で、今日はこちらドラスナサンデリアーナって観葉植物で有名なドラスナの仲間になるんですけど、これを今バラの葉っぱと同じような役割で透けてる部分にちょっと混ぜ込んでいこうかなと。まず手前に1本、今回だとこれでもいいんですけど、もう1本ぐらいこの辺に入れていこうかな。水に浸かっちゃう葉っぱはきれいに取っておく。で、こんな感じでスプレー系と葉っぱで中心部分をふわっとまとめた上で、先ほどの3つ目のポイント、2作目はこちら錦木という枝を選んでみました。錦木もこのチャンネルで1回テーマに挙げてまして、詳しくご紹介しているので、よろしければ合わせてご視聴いただければと思うんですけども、これは今葉っぱが落ちた状態なんですね。で、葉っぱがついてる時は世界三大広葉樹の一つにも数えられるほどすごく真っ赤で鮮やかな紅葉をつけます。ただ葉っぱが落ちた状態というのもすごく味わいのある枝なので、やっぱ生け花というのはこういう枝物が入るとすごく力強くなるんですよね。これを先ほど同様スッと伸ばしていく。どういう表情がいいだろうな。こんな感じですかね。で、今回は失敗しないお花っていうのがテーマなので、普通にシンプルに生けていくんですけど、これもう半分枯れてるような枝で、枯れた状態でもこの姿というのを保つので、例えばこれを逆さにしてここにスッといけたらまたちょっと雰囲気の違うお花になりますし、横にこんな感じで寝かせてもかっこいい感じになりますね。うわ、自分だったらこうやっていけたいんですけど、今日のテーマはちょっと違うというところで、この主役の線に関しては本当に何でもいいと思うので、今回はたまたまユーカリと2作目が錦木になったんですけど、桜とか雪柳とか銅弾ツツジとか、それこそお庭に育ってる木を1本切るのもありですね。こんな感じ。初心者でも一気にプロっぽいお花いけれるかと思いますので、ぜひこの動画を参考にチャレンジしてみてください。最後にこれ全部混ぜたお花1作生けてみましょうか。よし、ということで、ここからこの2つの作品を合わせて、より華やかなちょっとしたお花いけていこうかなと。ここからは応用といいますか、どんな感じでこのお花たちが合わさっていくのかなというのをお楽しみいただければなと思います。で、このお花の量ですと結構あるので、ちょっと大きい花瓶、陶器でいけていこうかな。ということで、まずは、こちら主役の枝物からいけていきましょうか。錦木とユーカリ。で、いろんな種類や色の花がごちゃごちゃっと混ざり込むと、ちょっと統一感に欠けてくるんですけど、この辺も今日のこのスプレー系のメリットになるので、そこもご覧いただければなと。で、主役の線というのも、やはり、同じ花材とかで統一感出すといいんですけど、今回たまたま、これユーカリが生のもので、こっち錦木がドライ、枯れてるものなので、すごく合うんですよね。例えばそうだな、こっちがユーカリで、パッとイメージしやすいのだと桜とか、
ユーカリと桜なんて合わないですよね。ただドライとユーカリというのはものすごく合うので、これたまたま今回ラッキーだったなと。ということでまずはユーカリと錦木を生けていく。で、横にふわっと広がるような構成で生けていこうかな。錦木は今この4本の枝がちょうどこの辺りからパーンと分かれてるので、これが口元に来るように生けていこうかなと。こんな感じですかね。これも本当はどっちかを短くしてどっちかを主役にしたりするといいのかなと思うんですけど、そしたら続いて最初にねじめのドラスナを生けていく。まず1本目は口元、キュッと引き締めるように。そしてもう1本はこっち側がちょっと寂しいというか、このドライの枝をしっかりと見せたいので、こちら側をフォローするようにスッと生けていくと。で、続いてこちらスプレーバラですね。これは1本で今綺麗な状態なので、先ほど同様このまんまスッと中心部分に生けていく。で、こちら先ほどのねじめに使った葉っぱもちょっと口元に入れていきましょうか。ドラスナと合わせて下の部分にふっと抜けるような線を出してみました。ドラスナが沈んじゃってますね。OK かな。で、最後にこちらのスターチスを生けていく。で、ここでもやはりこういう小花というのはメリットがあって、何度も申し上げるように一輪ずつをこうやって生けるとすごく神経を使うんですけど、もともとこうやって空間前が生きているものはこのまんま1本で生けてもこういう綺麗な空間というのができてくるので、比較的ローせずこうやってパラパラっと混ぜ込むことができます。もちろんこうやって1本のものもあるんですけどね、ちょっと外にも逃げるようなものがあるとふっと柔らかくなるんじゃないかなと。今回は主役が横にゆったりとした線なので、あまり高すぎるとそのラインを邪魔しちゃうんですけど、ただ低すぎるとちょっと窮屈になっちゃうので、これも少し抜けるような感じでふっといけていくと。で、ラスト1本、これは短いのでやっぱこの辺の口元ですかね。この辺がちょっと空いてるかなというところでバランスよく混ぜ込んでいく。これで急遽ではあったんですけど、1作目と2作目を合わせたより華やかなお花が出来上がりました。はい、いかがだったでしょうか。本日の動画が面白かった、ためになったという方はチャンネル登録や高評価をポチッとよろしくお願いいたします。それではまた次回、バイバイ。